月ぶりかもしれないですけど、特になんか特別な気持ちはないですね。病んでたかもしれないですね。こうなんか酒飲んだ時とかにイライラするなーって。警察にお世話とかはいや捕まったりとかしてないですね。注意とかそういうのはありますね。焦り感じてますね。あさって30になるんで。自分の経験上総合ってね30過ぎてから全然まだまだ赤ちゃんですよ。赤ちゃん大丈夫。話がすごい強い。いやいやいや、普段からなんですか。普段からです。裸足ですか。裸足ですか。外歩くんですか。ただもあると思う。裸足健康にいいんですよ。強い。西川選手 70.35 クリアです。クリアしました。ほぼ減動がないという西川大和選手。堀江選手 70.80 クリアです。10キロ以上もた相手、そしてほぼミドル級と変わらないような対戦、相手を想定してでの練習を常日頃してきましたので、明日はそういう、体重差あるような選手をしっかりと倒したいなと思うので、皆さんよろしくお願いします。はい、しっかり対処して上から殴る方が強いと思ってるんで、はい。地元北海道の PFC でなんと小学生でプロデビューすると、シュートではライト級で18歳の史上最年少王者に輝きました。ケージの哲学者、今日は自分より重い相手を倒す必勝法を見せると話しています。西川大和初登場。この時を待っていました。右拳の骨折を克服し、1年4ヶ月ぶりの復帰戦は3年半ぶりの日本人対決。みそじを迎え、自分にはもう足踏みしている時間はない。ここから先は全部勝つ。堀江義則復活のライジンのケージです。ライト級の外国人ファイターにも劣らないフィジカルある堀江選手相手にどう戦うか楽しみですよね。そういうところですよね。正直こうフェザー級でもいけるんじゃないかと思いますけどね、西川選手は。そうなんですよね。基本的に打撃でプレッシャーかけて倒したいっていう風に思ってたんですけど、自分の体が勝手に動いて、足を掴んでテイクダウン。堀江義則下からのこの打撃が真骨頂だと思うので、西川選手は、西川これ得意な形でもあります。落ち着いてやろうか。そう、一回ちゃんと寝かせて。何気にこの蹴りが何気にあれ嫌です。はい、足硬いってことももともと聞いてたんで、これ鉄が入ってそうだったって。あ、そうなんです。いや、上取られた時にね、もう無理だなと思った。握れねえんだもん。蹴り上げですとか下からのパウンドも練習してましたけど、なかなかそれさせてくれなかった。さあ3分経過。上からのパウンド。肘を2発落としていった。今度は右の肘強い。いやこれはもう切るっていうよりも正面向き。動かないと止められちゃいますね。この寝技での技術、上からのパウンド、右のパンチも 100% 思い切って打てる。この右の拳だ。止めた。完璧な復活劇。右拳の骨折から完全復活。連敗をこれで止めました。パウンド、肘も落としていきました。これはもういいですね。拳も痛めないし、これだったら、ライト級がにわかに盛り上がってきています。乗り遅れずに存在感。ノックアウト勝利です。ダメージはない。大丈夫。ただ抑えられた時にあまり力強くて動けなくなっちゃう。ありがとうございました。ありがとうね。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱり今日やってみて、やっぱり体重とちょっと力でも
ぱりフェザーにしてるでしょうね。がそうですね、ちょっと考えてやってます。ずっとタイにいらっしゃいますか？そうですね。タイにちょっとトレーニング行きたいとも思うんで、もしよろしければタイのことを教えてください。ぜひぜひ。タイガムエタイトレーニングお願いします。Please. Always welcome. Thank you. Thank you. 久々に KO できてよかったです。次誰とやりたいとか野村選手がちょっと自分舐められてる気がするんで、自分と戦いたいとかってこと言ってたんで、舐めんなよっていう気持ちはちょっとあるんで。日本人のエースは一人でね。一人大丈夫ですよ。俺ですよ。はい。上に絡んでいける能力は持っているので、一つ一つしっかり勝ち進んでいって、てっぺん取ってほしいなと思いますけどね。今日はお酒飲むって言ってました。はい、飲んでいいと思います。ビール飲みますよ。すごい覚えてます。ビールが待ってますよ、最高の。ライト級がにわかに盛り上がってきています。右拳の骨折から完全復活。日本の格闘技界をひっくり返しに来ました。ダークホースです。その実力に疑いの余地なし。新たなステージ、ライジンへ初参戦を果たします。第12代シュート世界バンタム級王者安藤達也、マゲラム・ガサンザデ。今回もケラモフとともにアゼルバイジャンより来日です。ライジン初参戦、名古屋大会では何度も白川を転がしてみせての完封勝利でした。ライジンバンタム級戦線にも黒ひげの危機が。まずこの安藤選手の参戦、相当楽しみにしてます。楽しみですね。すごくファンが見ても面白い試合をしてくれる選手の一人だと思いますね。しかしいきなり圧をかけていくのがガサンザで、背中が見えています。フェイントを入れながら自分のフェイントにどう反応するのかを探ってますよね、安藤選手は。下のフェイントかけてリズム作ったのが勝因かなと思います。相手がちょっと悩んでる隙で当てられたっていう展開になりました。はい。左さあ、しかしカウンターでタックル、一つポイントですね。はい、今効かせましたね。組んだ時の力でそんなにテイクダウン怖くないなって思ったんで、それ打撃の戦いになったら絶対勝てる自信あったんで。身長差もそうですがリース差もかなりあります。右のハイキック、左リスコのパンチ入った。効いてる。打ち下ろしの左入りました。中割りながらいって上からパウンド落とす。背中を向けた左手が首に入る。入るか入ってる。そして足を差し込んで下半身の立てが決まった。まさかのライジン初参戦で安藤達也見せました。やはりこの男は強い。あれ一番得意な形なので、もう流れで打撃でも打ち勝って最後は寝技で仕留めるって、もう安藤劇場ですよね。でしたね。Расслабился, недооценил, наверное, соперника. Больше такие ошибки. В совсем ближайшее время хочу вернуться, закрыть свои поражения. Если лига даст мне возможности, я покажу. Я очень сильный. 自分のゲームメイク今回しっかりできたんで、また1個経験になったし、今が一番強いなって確信しました。改めて俺が負けると思ってファック。上目指すんだったら選んでる場合じゃないんで、誰とでもやりたいっすね。もう今からもう控えであっちがだけやってきます。レッツゴー。ドライブ東京 MMA より後藤ジョージ故郷へ凱旋ファイトです。ガチガチのグラップラーに対しては地獄のツイスターでライジン連勝中のドサンコ。しかし本来はクレバーなストライカーです。橋村仁之助、ライジン初参戦です。ライジンバンタム級にはグラップラーが少ないんで、僕が MMA 特化型の寝技を見せます。体感してみて初めて驚くと思う。あ、これはやべえわ。北米のグラップリング大会で優勝経験もある黒帯ブラジリアン柔術家です。打撃対グラップラーで
どういう風に戦うのかジョージ君が参考にしたいですね。いやでもジョージ君マジで強いんで。第1ラウンド始まりました。ジャブがすごく速いですね。はい、左フックにつなげた右打ち下ろし。ワン世界フライ級王者の若松選手も所属しています。一つ入れました。効いた。ちょっとガード下がりましたよ。そしてカーフキック。中丸まりましたね。向こうは決めないと俺に勝てないんで、打撃メインで、MMA で勝つっていう感じです。正直聞いてましたね。痛かったです。もうあれはただの痩せ我慢です。ここでいかないのもしっかり、はい、もう一つこれ足が流れた。はい、ただ足をね、テンプル取られた。でもいかない。いかないんだ。暗くなるね。ボディだった。レバーをえぐるように今度は右。さあしかし来た。俺の時間がやってきた。さあこの短い時間で決めきれるかどうか柏村。これ十字ブラしてます。切れればしかしタイムアップ第1ラウンド終了。緊張感のある試合ですね。ラストも9秒でしたからね。でした。しっかりフィニッシュまで狙いに行く柏村選手もすごかったですね。あと1分早くテイクダウンして形作れてたら決めれたよなって。もう一度タックルいきたいですね。左クロス。さあ触れた。さあ倒した最後首寝かせら絶対決める。きた足をロックされたら危ないですね。セカさあしかしまだ離していない。ここから決めるか。サイド決まっているか。首を引けるか。下半身を固定できるか。すごい。左行くか右行くかの選択なんですよ、僕の中では。刺して組んでこっち行くのかこっち行くのかで迷ったんですよ。組めた。どっち行こうかなでこっち行っちゃった俺が違かったんだなっていう。勝ちにいってるっていうのは、成長もしてるし、すごい覚悟だと思いますね。さあシングルレッグ足をかけて倒しきるかどうか。一つ入れて距離を取る。立って踏め、止め、手で蹴る顔蹴っていいぞ。これいけってんですか。いけってことですかね。ただそれは結構リスクありますけど。ですね。結果だけじゃなくてインパクトも残せっていうことでしょうか。起きるアクションがなかったから、ロー蹴るしかなかった。こうケーブルしてこっち行ったりとか、はい、ここからこう行ったりでこんなの絶対足が取れない。さあ残りが10秒だ。いけるか。極上のストライカー対極上のグラップラーの対決。いやいや MMA を駆使した戦い。前蹴り2つ回転蹴り見せます。ここで戦いが終了。柏村この表情が物語っているか。赤後藤、ジャッジ内田赤後藤。判定いらりますディシジョンでこのバンタム級の戦いを制したのが後藤山田氏の柏村健之介を下しました。極上の技術の向上が見られた一戦です。レベル高い人やった。いや悔しい。いや悔しい。ストライカーと5分差なんで。いやマジやることやったからさ俺。いやそれでいいんだよ。やることは本当にやった。いやくそなんとしても勝ちたかった。よし次だ。次やる。次行こう。次これいいも思い出に変えるよ。またいやマジでやりました。またレベルになった。上でちょっとやりましょう。またレベル1個高い MMA になれると思う。ちょっとコート選手のおかげでお互いにありがとうございました。上で会いましょう。またお願いします。ずっとこう自分の中で無意識でこうグラップラーに勝てないみたいなその弱い自分がいて、なんかそれを乗り越えられたっていう、そんな試合だったかなと思います。今回も俺と一緒にやってる打撃もその出してくれたんで、そういうのでもちろん世界の強い選手とか日本のトップの選手をそこで叩き落としたいと。実に3年3ヶ月ぶりのライジン参戦を果たすのは女子スーパーアトム級の絶対女王の夫にして参謀役でもあります神結の亭主、いや元ディープ暫定王者の実力者コロ。キム・スーチョルに敗れて以来1年ぶりのライジン参戦です。セカンドチョイスの中堅選手のまま
中島太一、勝負の戦いです。さあ金網の中に緊張が漂っています。第1ラウンド始まりました。いきなり前に出ていきます。髪の毛を赤く染めている中島太一。自分からプレスかけてアタックして倒す、それができなかったですね。いきなりフック、距離取ります。流れはあった。流れはほんまに良かった。めっちゃいい動きだった。気持ちも入ってた。やってやろうと思ったんですよ。やられても。右のローに対してバリつけていきます。このカーフが強いんですよね、中島選手。なんで下がんだ、前に行くんだ。ジャブとカーフですよね。本当に目もいいし、スピードも。さあフィニッシュか、仕留めるか、仕留めるか、中島太一、生き残った。サバイブした中島太一、1ラウンドで決めてみせました。ちょっとやっぱこの選手ね、打たれもろくなってるのかなっていうのはあるのかもしれないですね。マジ？ゆっくりゆっくり。マジ？全部出せない。あれは止められる。そうですね。結構長かった。自分も投げようかなと思いましたんですけど。嫌だな。行かないで判定になるのが一番嫌だと。いや間違いないです。そうっす。今回のテーマはそこじゃないですか。そうです。はい。で勝負はしたんだから、そこは僕らは本当になんか評価してるというか、何も文句はない。一番アグレッシブな試合だったと思う。これ来たと思ったんですもんね。あ、これはいい時の黒だってね。ちょっと休みます。休みっていうかもうあと身体も考えて引き際なのかなっていうのは36歳でもうこれ4連敗しちゃったんでちょっと考えなきゃなっていうと思ってます。俺だってやりゃできんだよ。何じゃね。13年前佐藤翔子選手とやって僕勝ってるんで、なんで僕のまあランキングないけど上にいるのかよくわかんないんで、佐藤翔子選手やらせてください。お願いします。大きな声出して喜びたい。ファーストで負けねえんだ。格闘技で勝ったけどファイトはしてないですね。コロ選手の方が背水の陣でこの野郎って最初に言ったんですよ。中島待っちゃってない。逆に言うとコロが来たからノックアウトなんです。マンタム級のトップでやっても全然大差ないと僕は思ってるんで、彼はね。あとはこう気持ちと知恵の部分だけで妻なんて言うでしょうね。青木さんと同じこと言うと思いますよ。ライジの中では僕まだまだ力出し切れてないので評価されてないなと思うし、まあでも抗い続けますよ。海外勢が進行し続けるライジンフェザー級、そこに魅力を感じついにこの男がやってきました。シュート世界フェザー級王者サスケ健山。柔道をベースに愚直に MMA に向き合い、そしてここまで3度の防衛に成功しています。強さに対してまっすぐなド直球な男がカオスの階級に今飛び込もうとしています。ここ北海道は札幌に死神が到着しました。ビクター・コレスリック、4年間負け知らずの8連勝中、拳の大釜を振りかざして登場。フェザー級の新たな戦いです。クラスノダールの死神です。まずは第1ラウンド正面見せながら今中央を取ったのはコレスリックの方です。Конечно, работаем стойко. Посмотрим, что будет в бою. 前蹴りをボディに打ち込んでいきましたコレスリックです。そして両手を出していきます。技術が洗練されてるというかシャープでしたね。
ただプレッシャーでまだ負けてないので、このままタックルだ、両足タックルに入ってきましたサスケ。グラウンドに持ち込んでいこうという構えでありますが、サスケが得意なグラウンドに持ち込みたいとおそらく思っているだろうと、ノックアウトでフィニッシュを決めたいと話すのはビクター・コレスニックの方でありますが、ただ、この離れ際の肘とかもうまいですよね。そうですね、オットミニストレート、まだ目慣れてないうちにやっぱコレスニックはガンガン行きたいですよね。なるほど。やっぱ2ラウンド3ラウンドになるとやっぱ目のスピードに慣れてくると、パンチも効きづらくなるんで、2段蹴り、蹴り技、多彩な蹴りを持っています。Во втором, в третьем раунде за счет того, что накоплю удары по корпусу и потом ударю один точный, но увидел, что он открывается под удар именно. То есть я планировал этот удар, но во втором, в третьем раунде. なんかこう下でボディから吹く。ボディから右フック。最後はボディでしょうね。Я планировал бить силовой удар во втором, в третьем раунде после того, как отработаю его корпус, но увидел, что он открывает его. 見えなかったですね。スイッチしてたのも多分分かってなかったです。 IQ が高いっていうのは分かってたんですけど、想像以上の高さでした。試合が終わった時にもう消えてなくなりたかったんですけど、全てで上回られたなっていう感じですよね。へこんでる時間の方がやっぱもったいないから、もう切り替えてやるしかないなって感じですよね。No good game plan. Fine. Okay. Thank you. Yes. Но я не знал, что у него будет перерыв. Если у него будет перерыв, посмотрим, что предложит организация. Здесь много крутых бойцов. Вот. Но я не знал, что... RIZIN 4戦全勝になりました。群雄割拠のRIZINフェザー級に中央アジアから刀剣と称されるストライカーが帰ってきました。新生イルホム・ノジモフがフェザー級頂上争いに名乗りを上げています。Который вчера на face-to-face пытался мне показать, что он собран, но я видел в его глазах страх. 心決めて戦わしてもらうって感じですかね。地元の声援に背中を押され、決死の覚悟でケージへと最強の相手にどう立ち向かうか。2位スグルの登場です。勇気を持って2位が前に出ます。アームロックだったり、そこからの洗濯バサミだったり、必殺技があるので、スペシャルがあるので、シザースチョークがね、いかにそこまで踏み込めるかどうかですね。最初からビビっちゃってたっていうのはありますね。もっと自分に自信持てたら組みつけるシーン取れたんじゃないかなっていうのはあります。特に蹴りがすごくそうなんですよ。多彩で、右のフック、ニースが前に出る、膝をついた、そこを詰めていく。Потому что я предполагал, я и говорил об этом. Часто готовим этот удар, часто я его использую. Если правильно подвести этот удар, то он пройдет, получится. 蹴りの一撃は覚えてらっしゃいますか？いや、覚えてないですね。いやカーブの軌道から上に来たんだと思うんですよね。それは反応できないですよね。ここどこか分かる？ゆっくり起きようか。気づいたら終わってて、勝って北海道大好きなんで、もっと盛り上げたかったなっていうのはありますね。今回は本当自分にも負けてしまって、負けたばっかでまた頑張りたいとかはちょっと情けないんですけど、強くなりたいなっていうのはあります。Здесь есть один парень. Я хочу его вызвать. Хагивара, come here. Ос, аригато. We are RIZIN. RIZIN, I love you. Чувствую себя очень хорошо. Андерсон Сильва. Это есть такой боец.
И я всегда мечтал также попасть. Потому на спаррингах, вот так как в бою не сможете ударить, потому что надо беречь же спарринг-партнера. А вот сегодня... この種目もコレスニックもこの先が楽しみではありますね。Больше, блядь, говорили. 今日の2人の勝利がもう1ランク上のトップアスリートたちと向き合った時にどうなのか、今日これも2人で戦わせてみてもいいかなというふうに思っています。Полностью заряжен. Хочу показать хороший, мощный, красивый бой. Хочу подраться. Не нокаута, наверное. 最初このマッチメイクってどう受け止めな聞いた時は。でもチャンスだなとは思いましたし、なかなかそのチャンス自体が来ない人が多いと思うんで、もちろん勝機はあるんで誰とやっても一発で勝つ可能性はあるんで、僕も全然読めないんで、そのシュウヤは本当に試合の時しか本気出さないからやっぱりなんか防具つけてないと思いっきり殴れないみたいですね。あとは試合でやる。木村選手 65.95 クリアです。 65.70 クリアです。フェイスオフです。ケラモ選手と合わせてみてなんか感じるものありました？いや、無ですね。無です。はい。別に圧は感じなかったですね。でもいつも通りの試合できれば普通にメインらしい試合できるんじゃないかなと思うので、はい、楽しみにしててください。はい。MMA 5戦全勝の日本拳法が生んだ最高傑作。何かやってくれそうな匂いしかしないこの男。しかし今から足を踏み入れるケージの中はまさに地獄の一丁目。木村修也。アゼルバイジャン初その猛威で混沌としていたライジンフェザー級戦線を一気に支配したコーカサスのイカズチ。ファンが木村に抱く幻想と希望は残酷な現実と絶望に今夜変えられてしまうのか。再びフェザー級統一へ動き出したイカズチの皇帝ブガール・ケロフ。いやこれはちょっと1ラウンドで決着つくんじゃないですか。あ、そうですか。はい、おお。この最初の1分超中。いきなりファーストアタック当たりました。当たってたんですけど、あれ当てにいっただけなんで自分はちょっとこう反応見ようかなと。当たるなって思っちゃってそこでこう力んじゃってやっぱ大きくなりすぎましたね右が。早くも仕掛けていったのは木村、パンチを返していったのはケラモ。アップタックル狙っていきました。そうですね。タックルにどう対応するか。そうですね。ここですね。アップショットいきました。そしてまたタックル、ダブルレッグだ。Да, я просто хотел сделать досрочно, без разницы как, или задушить, или добивание. Ну или в Сочи просто не получилось сделать досрочно, самое главное, чтобы выиграть бой. なるほど。ここから強引に長期に入ろうというところ。さあまた後ろからケージを蹴って倒していきました。さあここから勝負だ。めっちゃ力入ってましたね。決まらないなっていうのを思ってました。はい。ずらしてたんで痛くはないんですけど鼻呼吸しかできなかった。締め上げていく。しかし一旦解除。ここで川尻さん、正対したいところですか。そうですね。正対した。上取った。さあここからパンチ上がっていった。パンチ上がっていった。パンチ上がっていった。しかしちょっとダウンデッド。入ってましたね。効いたかなと思ってそこでもこう力んじゃった。膝とか行けばよかったのかなっていうのがありましたね。バンドのショート。そして左のパンチ。飛んでくる。それでもパンチ。キャバンパンチだ。ちょっと不景気だったかどうだ。足を取っていこうとしているケラモだ。さあケラモが
かり対処したいですね。バック移動できますよ。いやもう足感じてきてたんですよ途中。はい。あんなん絶対ちょっと気弱くなってる。ああはい。キラモフが勝ちに徹しちゃうんだっていう目線のやつと俺がやるのって多分キラモフ思ってたと思うんですけど、なんでこいつはっていうのもありますし、実力差だけで言うとそんななかったのかなって思って。疲れてんだろ、疲れてても相手にも疲れてる。根性だね。人生変わるから。さあまずはどちらが行くのか。ミラージョッキーダイブミラージョッキーダイブ Ну, пробил, по-моему, он дал в нос пробу. 前に入ってからテイクダウン入るんで。Я искал другие варианты тоже, но это было самое оптимальное, и поэтому просто, не получилось сделать. バック使ってチョークや全部外してるんですか。得意なんですか。ちょっと得意というかいつも練習でやられてるんで、なんかもう染みついてる。さあここでまたずらした立ち上がって上からパンチだ。レーダーセール側からの出血。第2ラウンドが終わりました。いい試合したじゃダメだ。お前まだ勝てると思ってる。はい。5分ぐらいでやるぞ。はい。どうしたったんでしょう。川尻さん、この見合った状態、おっと右のストレート組んでいきました。バックを取って叩きつけたケラモフです。 Да, я, честно, не ожидал его, я думал, он будет, но он оказался крепким, таким неудобным. Он молодец, хороший парень. ケラモフ選手はこれカーフとかまたタックルだ。向こうもこうもう行くしかないっていう感じでこう突っ込んできてたんで、自分もそういう感じで行けばなっていうのはあったんですけど。それとも前に出た木村、しかしタックルだ。でもまあ3ラウンド通して楽しかったからっていう思う気が悪いですね。誕生したなってちょっと思ってた。いやーでも勝たなきゃ意味ないですね。ジャッジ内田、赤ケラモフ、よって勝者ブガーレのケラモフ。まだ2年目、そうですね、2年目でここでケラモフとできたのでかいです。なんか分かった、試合での3ラウンドきつい、まあ、きついですけど練習の方がきついですね。単純な自分しか出なかったなっていう感じです。改善すればいい部分っていうのはやっぱこう練習では見えないところが今日見えたかなっていう感じはありました。いやまあでも負けても落ち込むっていうよりかやっぱプラスに変えるのが一番。まあ目標は変わらないですよね。チャンピオンにならないという意味なんで狙います。全然折れてないです。 Да, это не моя идеальная форма, если была моя самая, идеальная форма, которую я смог подошить хорошо. И это выдало себя. А так, он хороший боец, даю уважение ему. Это и не моя полностью подготовка, и его хорошая работа. 50 на 50. メインの試合でこの勝者がシェードライフのタイトルに向かっていくというところもシェードライフにタイトルショットに挑むにあたって求められたのは圧倒的な勝利だったと思いますし、まあ、そういう意味では今日の結果を受けてじゃあそれで7月ケラモフシェードライフでタイトルマッチ行きますっていう気持ちには今正直なってないです。 Все равно мне нужно чуть отдохнуть, пару времени и сделать подготовку в сборе и выйти, подраться без проблем. В следующем бою я покажу себя в 10 раз лучше.またかっこいい姿を見せたいですね。大復活させてもらいます。 い
何万人の前で恥をかかされて、ずっと俺的にはやり返したいという気持ちが強かったので、ようやく来たなと。4年3年、まあこれ変わらない。もう一回もタップしないがら心身やります。次でタップしてください。寝技に行ったのは行ったで決められない自信もあるし、クレベルって喧嘩するところが強いんですよ。喧嘩しようぜって論なんだよね。